皆さんこんにちは、オッキーです。今週は少し暖かくなって外を歩く人の姿もぐっと増えた気がします。さて今日はバターミルクについてお話しします。以前バターミルクフライドチキンの動画でも、またアイリッシュソーダブレッドの動画でもバターミルクを材料の一つとして使いましたが、一体バターミルクって何？と思った方もいらっしゃるでしょう。日本ではまず一般のスーパーマーケットで見かけることはない素材ですが、実は身近な食材で代用することも可能です。今日の動画ではバターミルクとは何か、どうしてバターミルクをレシピで使うのか、いろいろなバターミルク、バターミルクの代用品の順でお話しします。そもそもバターミルクとは何でしょう？バターとミルクを混ぜたものじゃないの？いえいえ、全く違います。実はバターミルクは発酵させたクリームから発酵バターを作る際に残った液体のことなのです。バターの原料である生乳、生クリームを攪拌し続けると脂肪分と水分が分離します。その固まった脂肪分がバターだというのは皆様もご存知でしょう。最近発酵バターという言葉をよく聞きますよね。ヨーロピアンタイプとも言われるものですが、発酵乳を使ったタイプのバターです。冷蔵設備のなかった時代、自然に発酵して少し酸味を帯びた牛乳を原料として作っていました。バターを作る時にも時間がかかったので、自然と発酵し発酵バターになったのです。そしてこのバターを作った後に残った低脂肪の液体がバターミルクというわけです。なのでバターミルクにも発酵乳独特の酸味と風味があります。乳酸菌の持つ栄養、健康効果も期待できます。ちょっとバターの話に戻りますが、発酵バターといえばエシレバターが有名ですね。お値段も結構しますけど、やはり美味しいですよね。最近は発酵バターといっても、バターを作る工程で後から乳酸菌を加えているというものがほとんどです。このようにして作ったバターのことを Cultured Butter と言います。Culture とは培養菌のこと。私のお気に入りのケリーゴールドの無塩バターもこの一種です。ケリーゴールドのバターは銀色のパッケージの Unsalted、 無塩バターは Cultured Butter ですが、塩の入った Salted、 金色のパッケージの方は Cultured ではありません。普通のバターです。発酵バターは乳酸菌の力でまろやかな風味と軽い酸味があり、お料理やお菓子作りに深みのある味わいをプラスしてくれます。色は一般のバターよりもやや黄色みが強く、特にヨーロピアンタイプのものは乳脂肪分が高めでクリーミーなのが特徴です。さて、そんな発酵バターを作る時の副産物として生まれたバターミルク。先ほども言ったように乳酸菌の力で風味、栄養価、そして体に良いという点でも利用価値のたくさんある低脂肪の発酵乳製品です。では、どうしてお菓子作りやフライドチキンにバターミルクを使うのでしょう？バターミルクフライドチキンなどの肉料理の場合、バターミルクにお肉を漬け込むことで、もちろん風味もアップしますが、何よりその乳酸菌の力でお肉をジューシーに柔らかくしてくれるという利点があります。ヨーグルトに鶏肉を漬け込むタンドリーチキンなどもこれと同じ原理です。お菓子に使うときは、その独特の風味が味わいをより深くしてくれるというのももちろんですが、実は発酵乳であるバターミルクが酸性だというところに大きな意味があります。焼き菓子のふっくらふんわりした食感を生み出すために、パンだったらイースト菌、酵母菌と同じ役割をしてくれるふくらし粉、膨張剤、英語だとレヴェナーというものをお菓子作りでは使います。ベーキングパウダーやベーキングソーダといったものです。この2つのふくらし粉の違いについてはまた別の動画でお話しします。昔からお菓子作りに使われてきたベーキングソーダ、重曹は簡単に言えばアルカリ性の粉末です。このアルカリ性のベーキングソーダと酸性の材料が合わさることにより化学反応が起きて二酸化炭素が発生します。その二酸化炭素の泡がケーキなどの生地を膨らませる力になるのです。なので酸性の素材である発酵乳、バターミルクが反応の相手としてはぴったり、身近に入手できる素材として使われてきました。ですから
お菓子のレシピではバターミルクは必ずベーキングソーダやベーキングパウダーとセットで使われます。酸性であるということがレシピの中で重要な意味があるので、バターミルクがないから牛乳で代用しようというわけには残念ながらいかないのです。このバターミルクも発酵バターと同様に本来は発酵乳から作られるものなのですが、現在は低脂肪乳に後から乳酸菌を加えるという方法で作られているものがほとんどです。市販されているバターミルクにもいろいろなものがあります。私がよく使っているのがこの Kate's Real Buttermilk。この製品は Cultured Butter を作る工程で出た副産物としてのバターミルク。いわば本来のバターミルクを作るのと同様の製法でできたものだからです。低脂肪乳などに後から培養菌を入れてバターミルクという名前で売られている発酵乳とは違いますよ、うちのはリアルですよというのを誇らしげに謳っています。味も風味もよく、原材料は Cultured Buttermilk のみとそのものズバリ。そしてまたこのバターミルクは乳脂肪分が 0.8% と低いのも特徴です。私は牛乳もヨーグルトもいつもホールミルク、全乳のものを使っていますが、バターミルクに限っては乳脂肪分が低いものがいいのです。なぜならば本来のバターミルクは脂肪分が非常に高いクリーミーなヨーロピアンバターを作った後のいわば搾りかす、脂肪分が低くて当たり前なのです。ところが現在はホールミルクに培養菌カルチューを加えた脂肪分高めのバターミルクというものも目にします。お肉を漬け込む場合などにはこれでも全く問題ないし、ドレッシングを作るなどにも向いているのですが、ベーキングで使う場合、この高すぎる脂肪分が軽い食感を作る妨げとなることがあるのです。なのでバターミルクを使うお菓子のレシピ、特にふんわり軽い食感がポイントになってくるものには脂肪分 1% 前後のバターミルクを使うことをお勧めします。街で見かけたバターミルクをいくつかご紹介します。Amish Country Reduced Fat Plain Buttermilk。 原材料は培養菌を加えた低温殺菌乳、2% の低脂肪乳、活性乳酸菌、ビタミン A、ビタミン D、乳脂肪分は 2%、なかなか良さそうです。Ronnie Brook Farm Cultured Buttermilk。 こちらはホールミルク、全乳から作ってますと書いてある通り、原材料は全乳とクリームと培養菌、乳脂肪分は 4.1% と高めです。お菓子に使うと生地は少ししっとり重めになるでしょう。じゃあ乳脂肪分低めのものでこちらはどうでしょう。 Reduced Fat Cultured Buttermilk。 一般的な Cultured Buttermilk よりも 37% も低脂肪と謳っています。確かに脂肪分は 2% で良いのですが、原材料を見ると培養菌を加えた低脂肪乳、塩、おそらく粘度を増すためのでんぷんのようなスターチ、乳化剤としてのダイグリサライズ、増粘剤のカラギーナン、カロブビーンガム、ビタミン A、そしてビタミンの安定を高めるためと思われますが、飽和脂肪酸の一種パウミテイトが追加されています。私はこれは選ばないかな。実際に3つ購入して比べてみました。右からケイツの Real Buttermilk、 5 Acre Local Buttermilk、 そしてもう一つはバターミルクではないのですが同じ発酵乳の仲間ケフィール。ケフィールは様々なフレーバーがついたものがスーパーマーケットでも売られていて、ちょうど飲むヨーグルトのような感覚です。まずはケイツ。こちらは乳脂肪分 0.8%、 原材料はCultured Buttermilk のみ。2種類の乳酸菌の名前も書いてあります。よく振ってみます。シャバシャバした音がしますね。次に5 Acre Cultured Whole Buttermilk。 こちらは乳脂肪分 3%。振った時も少しとろみの強い感じの音です。原材料は Cultured Whole Milk、
培養菌を入れた全乳です。最後のケフィアですが、Cultured Low-Fat Milk とあるように乳脂肪分は 0.8% と低め。原材料は Pasteurized Low-Fat Milk, Non-Fat Milk, Pectin, Vitamin A, Palmitate, Vitamin D3, Live and Active Cultures。増粘剤や乳化剤などの添加物はないので、まあ OK というところでしょう。濃度を3つ比べてみました。味見もしました。ケイツは少し酸味と独特の発酵乳の香りがしますが、嫌な感じではありません。比較的サラサラしています。5 Acre はドロッとしていますね。味は酸味をとても強く感じました。お肉を漬け込んだりドレッシングを作るにはちょうどいいかも。ケフィアもサラサラしています。味はこれが一番飲みやすく、まさに飲むヨーグルトという感じでした。さて、そんなバターミルクですが、日本では入手は難しいし、アメリカでもいつも冷蔵庫に入っているというわけでもない場合、代用品で済ますこともできます。代用品として3つのパターンがあります。まず1つ目は、牛乳に酸を加えるというもの。これはネット上にもいろいろとレシピとして掲載されていたりしますが、簡単に言えば牛乳にレモン汁やお酢を加えて酸性の乳製品にするというものです。だいたい1カップの牛乳に対し、レモン汁またはお酢を大さじ1程度入れて10分ほど置いて凝固作用を起こさせるという感じです。少しとろみもつくし酸性になるので、お菓子作りの中でベーキングパウダーの反応の相手となる酸性の材料が必要な場合にはこれでもいいでしょう。ただしバターミルクの持っている発酵乳としての風味はなく、ただ牛乳を酸っぱくしただけなので、美味しさを追求する場合、やはりこれでは物足りないと言えるでしょう。また乳酸菌が入っていないので、バターミルクでお肉を漬け込んで柔らかくするレシピなどでその効果を期待することはできません。2つ目の代用案は、バターミルクによく似た他の発酵乳製品を使うこと。先ほど出てきたケフィアやインドのラッシーやチャースなどはバターミルクと同じ低脂肪の発酵乳製品で、ほぼそのまま代わりとして使えます。3つ目の代用案で、実は一番おすすめの方法が、ヨーグルトまたはサワークリームを水で薄めて使うこと。どちらも発酵乳製品ですが、そのままだとバターミルクよりもかなり濃くて乳脂肪分も多いので、水で薄めて使います。例えば、バターミルク1カップのレシピの場合、ヨーグルトなら水大さじ2から3を足して1カップになるようにします。ヨーグルトはとても身近な素材ですし、風味も良い発酵乳製品なので、私のおすすめの方法です。特にヨーグルトの上の方に溜まってくるちょっと酸っぱい液体のホエーの部分を使うといいでしょう。実はバターミルクを乾燥させて粉末状にしたバターミルクパウダーなんていう商品もありますが、これを使わなくても代用案1、2、3のどれかでやりくりができるのかなと思います。バターミルクはパンケーキなどに使うのも人気ですね。私はバターミルクをたくさん買っちゃったので、明日はバターミルクビスケットを作ろうと思います。これもまた別の動画でご紹介します。焼きたての香りとサクサクふわふわの食感は本当にこんなに美味しくていいのかしらってぐらいの感動の美味しさなのです。バターミルクのことを熱く語ってしまいましたが、いかがでしたか？これからもアメリカンベーキングの食材に関する動画を作っていきます。よろしければぜひチャンネル登録をお願いします。皆様からのコメントやいいねボタンも励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。じゃあまたね。